皆様こんにちは、セリナです。今回は11月15日オンライン限定発売ボビー・ブラウン×時々コレクションよりコスモユニバースアイシャドウパレットをご紹介していきます。今回の時々コレクションは数日前に公式発表があって、ほとんどのアイテムがオンラインのみの発売ということで、このコレクションを知らなかったという方も多いんじゃないでしょうか。まずパッケージがかなり可愛らしい感じですが、中にセットされている質感やカラーもものすごく良かったので、今回も1色ずつの単色塗りと3パターンのメイクルックをご紹介していきます。発売の日程も3段階で分かれていて、まず11月14日から百貨店サイトの先行発売、そして11月15日にボビー・ブラウンの公式オンラインショップで発売、その後11月18日に楽天の公式サイトと ZOZO コスメの公式サイト、LINE ギフトなどで発売されるとのことですので、お探しの方はぜひチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介や、サブチャンネルではリクエストやご質問いただいた企画動画などもアップしていきますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。また動画の更新情報などはインスタグラムやツイッターでも告知しておりますので、ぜひこちらもチェックとフォローしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。Welcome to ニューヨークマジック。たくさんのイマジネーションに満ちたボビー・ブラウン×時々コラボレーションコレクション。ご紹介していくのはコスモユニバースアイシャドウパレット。時々コレクションのユニークでカラフルなキャラクター、ユニコーンにインスパイアされたシェードを集めた限定アイシャドウパレット。ソフトなベルベットテクスチャーのマットと洗練された輝きのシマーの組み合わせは全色本パレットのために展開された新色。ラベンダーとパープルのきらめきはガトーショコラを美しく飾る粉砂糖のような繊細さで目元を美しく輝かせます。マットフォーミュラにはユニコーンのエンボス加工が施された見た目も可愛いパレットに、パレットの蓋は時々の小さなキャラクターが舞い上がるスノードーム仕様で、この冬だけの限定アイテムです。今回のコレクションではアイシャドウパレットの他にも人気のハイライティングパウダーのピンクグローの限定パッケージやミニサイズなども販売されているので、私が持っているのは既存パッケージのものですが、ハイライティングパウダーもご紹介していきたいと思います。温かみと血色感のあるピンクと透明感のあるホワイトのバランスがすごくいいカラーで、ボビー・ブラウンのハイライティングパウダーはこの強いパールの発光感がすごく綺麗ですよね。こんな感じですごくバランスがいいカラーなので、透明感も感じられるピンク系のハイライトをお探しの方にはおすすめです。このしっかりとしたパールのツヤが綺麗ですよね。ではまずはアイシャドウパレット1色ずつ単色塗りでカラーをご紹介していきたいと思います。まず左上からマットアイシャドウのネクタリーナ。今回マットタイプには片押しがしてあるとのことで、そういった部分も可愛いですよね。すごく軽いマット質感ですが、いつもよりもさらにしっとりとしている感じがします。すごく柔らかくてカラーもしっかりと発色してくれます。はい、1色目のネクタリーナはこんな感じでした。パレットで見るとこちらなので、あまりカラーはつかないようなベージュ系かなと思いましたが、まぶたの上に乗せてみると、柔らかいピーチピンクのような発色ですごく可愛いです。しっとりとしている質感なので、まぶたの上でも発色がいいのかなと思いました。続いてシマーアイシャドウのバブルラブ。繊細なラメのツヤめきがすごく可愛いですよね。しっとり湿度を感じるようなパウダータイプで、まぶたにピタッと密着します。
寒色系のパープルカラーで可愛いですね。はい、バブルラブはこんな感じでした。もう少しパープルが強く出るかと思いましたが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、パープルのカラーはほんのり発色して、シルバーのラメが上にキラキラと輝くので、パープル系のアイシャドウ苦手という方でもアクセントとして使いやすいと思います。青み系のパープルアイシャドウお好きの方にすごくおすすめです。はい、1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じのイメージです。続いてマットアイシャドウのドナティーニ。こちらもマットタイプでしっかりとカラーが発色しますね。くすみローズのようなカラーですごく可愛いです。マットのふんわりとした質感との相性もいいカラーですね。はい、3色目のドナティーニはこんな感じです。しっとりとしていてかなり発色がいいタイプですが、パウダーに軽さもあるので指でもちゃんと綺麗にぼけてくれます。深みがあるローズ系のカラーですごく大人っぽいです。続いてシマーアイシャドウのロサラテ。こちらはパレット見たままのようなレッド系のカラーですね。シマータイプですが、先ほど塗ったバブルラブよりもさらにラメ感は抑えめで、そこまでツヤツヤキラキラしすぎない、どちらかというとマット質感に近いようなカラーですね。はい、ロサラテこんな感じです。指で何度かしっかりと重ねましたが、やはりベースのカラーはマットよりのふんわりとした質感で、その上にシルバーのラメがキラキラと輝くようなカラーでした。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。この2色は赤みを感じるような温かみのカラーですね。続いてこちらシマーアイシャドウのシュガリーナ。こちらのカラーは手元で見た時にブルーラメがすごく綺麗だなぁと思いましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じで微細なブルーラメがまぶたの上に輝きます。ベースのカラーは意外とまぶたにのせてみると馴染みが良くて、そこまで濃く発色する感じではないです。はい、シュガリーナはこんな感じでした。このカラーが気になっていたという方も多いんじゃないでしょうか。意外とまぶたの上にのせてみるとラメ自体は微細なので、そこまで強くギラギラ輝くという感じではないのですが、微細なラメがぎっしりと詰まっていて、顔を動かすためにオーロラのようなブルーやピンクやパープルなどの柔らかい輝きが可愛いです。手元で見た時はベースにカラーがしっかりとついて上からブルーのラメが輝いているのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとベースのカラー自体がオーロラっぽい発色ですね。続いてマットアイシャドウのロロペッサ。ロロペッサもしっかりと発色するマットタイプです。柔らかいピンクカラーですね。はい、ロロペッサはこんな感じです。赤みを感じるローズ系のカラーですね。やはり今回のマットタイプは発色がかなりいいので、しっかりとカラーを楽しむことができます。はい、5色目と6色目はそれぞれ引きで見るとこんな感じのイメージです。続いてシマーアイシャドウのハニービー。こちらはシマータイプの中でも微細なパール感を感じるタイプなので、こんな感じでツヤっとしていて綺麗ですね。今回のパレット、同じシマータイプの中でもラメやパールの輝きが全然違う印象でした。はい、ハニービーこんな感じです。まぶたに発色させてみるとより温かみを感じるような少しオレンジニュアンスもあるイエローゴールド系のカラーですね。この微細なパールの艶めきが他のカラーとまた違った印象で綺麗です。最後がマットアイシャドウのチョコラテです。パレットで見るとベーシックなブラウン系に見えますが、名前の通りチョコレートのような赤みも感じるようなブラウンです。はい、チョコテラこんな感じのカラーでした。
少しだけ赤みニュアンスを感じるブラウンなので、このパレットに入っているパープルやレッド系のカラーとの相性もいいと思いますし、反対に塗っているこういった少しオレンジっぽいニュアンスのカラーとも相性抜群のブラウンかなと思います。はい、7色目と8色目それぞれ引きで見るとこんな感じのイメージです。ではここからはこちらのパレットを使ったメイク3パターンをご紹介していきます。まず1つ目はマットタイプだけを使った日常使いもしやすいパターンです。まずネクタリーナを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。ネクタリーナは指で塗ってしっかり重ねていくとピンクっぽいカラーが見えてくるので、しっかりまぶたに密着させるように塗っていきます。続いてドナティーニをトゥーフェイスのアイシャドウブラシに取ってアイホール全体に重ねていきます。発色がしっかりとしたタイプのマットアイシャドウなので、こういった毛足が長いアイシャドウブラシで塗っていくとペタッとカラーがつかずにふんわりと発色してくれます。ネクタリーナのピンクニュアンスと合わさって柔らかさが出て可愛いですよね。マックのアイシャドウブラシにも取って下まぶたのまつげの際にしっかり発色させて、そのまま少し広い範囲にぼかしていきます。下まぶたに入れても可愛いですよね。最後チョコテラを指に取って上まぶたの目の際に発色させたら、目を開けた時にカラーが見える位置までふんわりとぼかしていきます。しっかり発色するタイプですが、ベースにマットタイプを重ねていて上から軽い力でぼかしていくとこんな感じで程よく綺麗なグラデーションになってくれます。はい、1つ目、マットカラーだけで作ったメイクが完成しました。今回のパレットのマットカラーは発色がしっかりとしているのとカラーも絶妙なニュアンスのものが多かったので、まずはベーシックにも使えるメイクということでマットカラーの3色のみを使ってグラデーションしてみました。ブラシや指塗りなどを組み合わせればこんな感じでマットだけでも綺麗なグラデーションが作れます。特にドナティーニのカラーがスウォッチで見た時も可愛いなと思っていましたが、下まぶたに入れると程よい血色感のあるカラーですごく可愛いなと思いました。このカラー下まぶた使いすごくおすすめです。では2パターン目はこのマットタイプだけで作ったベーシックなメイクの上にカラーをプラスして華やかさを出していきたいと思います。バブルラブを指に取って上まぶたの黒目の中心にのみトントンとラメをのせていきます。意外と微細なラメ感でしたが、ベースにマットタイプを塗っていることでよりこのラメが綺麗に映えます。青みのパープルとシルバーの透明感のあるラメが可愛いですね。最後にロサラテをマックのホリデー限定アイシャドウブラシのこちらの斜めカットの方に取って下まぶたのまつげの際を埋めるようにレッドを入れてさらに血色感を出していきます。あまり太くならないように細いラインで入れていくのがポイントです。はい、2パターン目。マットグラデーションの上にバブルラブとロサラテを重ねてみました。黒目の中心に少しバブルラブを重ねただけですが、一気に透明感と繊細さが出て素敵ですよね。下まぶたにロサラテのレッドをしっかりと発色させることで、血色感はそのままにより華やかな目元に変化したかなと思います。そこまで派手すぎる印象ではないですが、やはりマットのみのパターンと比べると少し特別感も出ますね。はい、両方とも合わせてみました。
パープルとレッドが加わるとより色っぽい表情に見えますよね。そこまでツヤツヤギラギラしすぎないところもおしゃれですね。では最後、3パターン目のメイクご紹介していきます。まずロロペッサを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。なるべく目の際を濃く、アイホールに向かって薄くなるようにグラデーションしていきます。続いてシュガリーナを指に取って、上まぶたの目の際にしっかりとシュガリーナをのせていきます。広範囲にはのせずに、目を開けた時に太めのラインに見えるくらいにのせていきます。最後にハニービーをブラシに取って、下まぶた全体に入れていきます。はい、最後3パターン目、こんな感じで完成しました。ブルーラメのシュガリーナを太めのアイライン状に使うことで、派手すぎずにでも存在感のある目元に仕上げました。ベースに塗っているロロペッサと組み合わせると、よりこのロロペッサのピンクカラーが際立ちますよね。今回マットの質感がすごく綺麗なので、マットをベースにして上からラメカラーを足すと、両方の質感が綺麗に出たなと思いました。下まぶたはあえてハニービーで少し黄身を足すことで、古いイメージのパープルではなくトレンドっぽいパープル系メイクに仕上がったかなと思います。はい、ではこんな感じでオンライン限定発売のボビー・ブラウンコスモユニバースアイシャドウパレットをご紹介していきました。今回いつもと違ってパッケージが可愛らしい感じですが、中にセットされているアイシャドウはカラーももちろん可愛いですが、質感もすごく良くて、個人的には特にこのマットタイプの質感がすごく綺麗で、マットだけでメイクしたいという時にも大活躍してくれるパレットだなと思いました。そしてなんといってもバブルラブやシュガリーナの青みのパープル系のカラーが私のホリデーではあまり見かけなかったなと思ったので、こういったカラーも合わせてセットされているところが嬉しいですよね。ボビー・ブラウンは特にホリデーの第1弾で発売されたリュクスアイシャドウがかなり人気でお持ちの方も多いと思いますが、リュクスアイシャドウとはまた違った質感やカラーが楽しめるパレットでしたので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。